はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前に定格 5000W 出力で最大 18,432kW 時まで容量拡張できる怪物みたいなポータブル電源測定してみたんですけども、それの小さいバージョンみたいな新しい機種が出たということですので、いろいろと使ってみたいと思います。ただこいつすごいのが公式に防水防塵を謳ってるんですね。私これまでに数多くのポータブル電源使ってきましたけども、明確に防水って言い切ってるやつは見たことないですね。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で今回防水っていうことになってるので、思いっきり水もかけてみたいと思います。で今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。防水って言われてますけども、ファンの穴が開いた電気製品に水をぶっかけるのはかなり覚悟がいりそうですね。で今回使ってみるのがこれ、ブルー T 社製ポータブル電源 AC60 っていうやつですね。でスペックはと言いますと、容量が 403W 時から最大 2015W 時で、定格出力が 600W、 電力リフトモード使用時が 1200W、 最大瞬間出力は 1200W で、バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、重放電サイクルは約3000回以上、ソーラー入力は 200W、 重量は約 8.6kg で、防水防塵等級が IP65 相当っていう風になってます。で気になるのが最大容量が 2015W 時ってなってるとこですね。こいつ実は B80 っていう単独でも充電や DC 出力、 USB 出力なんかができる拡張バッテリーと接続することができて、これが最大2台までつなぐことできるので、その時の容量が最大 2015W 時っていう風になってます。これキャンプの宿泊日数に応じて持っていく数を変えたり、物足りなくなった時に買い足して容量を増設できるっていうのがいいですね。それから電力リフトモードで定格出力を 1200W まで底上げできることや、リン酸鉄バッテリーを採用した超長寿命、そして防水防塵構造も気になるので、後からひっくるめて試してみたいと思います。で中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに挿せる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それからソーラー充電用のケーブル、片側 MC4 になってますね。それからこれは保証のこととかが書いてある紙、そして最後に取扱説明書で、今回はサンプル品なので英語版の取説が入っていましたが、日本語版も用意されているようですので、通常販売するときはそっちが入ってるかもしれないですね。で日本語版の取説全ページ気になるっていう方いらっしゃるかもしれないので、 PDF 版のやつをゆっくりめくっていきたいと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、真ん中が残量パーセントとあと何時間使えるかの目安で、右側が出力電力、そして左側が入力電力っていう風になってます。で画面の左の方に DC 出力ゾーンがあって、上側に 12V のシガーソケットがついてます。それからその下に USB ゾーンがあって、 USB Type-C が1つと Type-A 形状が2つついてます。
そして右の方に行くと、はい、AC のコンセントが2口ついてます。かなりしっかりしたカバーに覆われてますね。で、横見てみると、はい、左の方に入力端子が集まっていて、 DC の入力と AC の入力端子がついてます。で、その右には通風口がありますね。で、次は裏側を見てみると、すっきりしたデザインですけども、上側に LED 照明がついてます。で、ボタンを押すたびに弱点灯、強点灯、SOS 点滅、それから最後に消灯の順に切り替わっていきます。そして逆サイドの側面は、上側に通風口があるのは同じなんですけども、下側のちょっと奥まったところにコネクターが2つついてます。で、これ何かと言いますと、先ほども話していた拡張バッテリーを接続するためのポートになっています。そして上側なんですけども、で、真ん中に見慣れたマークがついてますので、これワイヤレス充電対応ですね。そして上面は、はい、もう物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。で、こいつ全体的に四角なデザインで出っ張りがほとんどないので、収納する際には非常に収まりが良さそうですね。で、ハンドルも折りたたみ式なので、使う時はこうやってしっかり持つことができて、不要な時はすっきり収納されます。個人的にはこの収納式好きなんですよね。で、こいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。で、今事前に接続してるんですけど、この画面で接続する機器をタップします。で、何が表示されてるのかと言いますと、左上がソーラーの入力電力、そして右上がコンセントからの入力電力で、真ん中がバッテリーの残量で、左下が DC の出力電力、右下が AC の出力電力っていう風になってます。で、その下に DC と AC のスイッチがあって、遠隔でオンオフすることができます。上の画面の方もいかにも電力が使われてそうな表示に切り替わりましたね。で、一番下のバッテリーパックっていうとこをクリックすると、はい、バッテリーの情報がいろいろ見ることできます。で、右上の設定ボタンを押すとかなりいろいろ設定できます。この DC エコっていうところを押すと、はい、シャットダウンまでの時間や、この電力以下になるとシャットダウンしますよといった電力を設定することができます。下の AC エコっていうのも同じ設定ですね。それからその下は LED 照明のスイッチ。はい、裏見てみるとちゃんと光ってますね。そしてその下は充電モードの切り替え、高速モード、標準モード、静音モードの3つから選ぶことができます。ブレーカー飛ばさないために消費電力を下げれるっていうのもいいことなんですけど、夜中とか静かに充電してほしい時に使うっていうのもいいですね。そしてこのスイッチは定格電力を底上げする電力リフト機能。そしてこの高度な設定っていうところを押しますと、AC 出力の周波数を切り替える項目があります。やっぱりスマホにつながるといろんな情報が見れて非常に便利ですね。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことは、つないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで、電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、はい、つきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。
次は自動首振り機能付き扇風機。はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。USB 関係はこの3台が今同時に充電されている感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと、約17ワット。まだまだ全然余裕ですね。次は12ボルト系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約50ワット。まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、約70ワット。はい、次は100ボルト系ですけども、使う機器はこれ、ポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、これは動かせるかなと。では電源入れています。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約350ワット。あれ、なんかいつもより消費電力でかそうですけど、ちょっと暑くなってきたんで頑張ってるんですかね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約700ワット。定格電力は超えてるんですけど、なんとなく動いてますね。で次につないでみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット400ワット切り替えて使うことできます。ではこれを200ワットにセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約750ワット。まだいけそうなんで400ワットに切り替えてみますか。あれ、はい、電源が落ちてしまいましたね。本体の表示も AC 分がなくなってエラーが出てますね。でこんな時はこいつのスーパー機能、電力リフト機能を使ってみます。設定方法はスマホでここのボタンを押してオンにするだけです。ではこの状態で再びカーボンヒーターの電源を入れますと、はい、今のところ問題なく動いてるようですけども、この時の消費電力どうなってるかと言いますと、はい、さっきは700ワット超えて上がってってましたけども、はい、今は650ワット程度に落ち着くよう制御されているようですね。結果として本来なら確実にオーバーして使えない電力の家電をつないでも電力、電圧もですけどを制御して使うことができるっていうことが分かりましたね。ちなみにカーボンヒーターを400ワットに切り替えて200ワット上乗せしても、はい、さっきと変わらず620ワットくらいに制御されてますね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、それから中運転の超小型セラミックファンヒーター、そして400ワット駆動のカーボンヒーター、それから USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホ。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。じゃあ次は単体で定格オーバーな機器が
電力リフト機能を使っている状態で動くのか試してみたいと思います。使うのはこの定格電力が 800W 以上の遠赤外線ストーブ。これを最大出力で運転してみますと、はい、出力が約 580W くらいに調整されてちゃんと使うことできてますね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している約 600W で動いてるんですけど、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、はい、約46デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅街の昼または図書館と同じレベルって感じですね。かなり静かです。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。はい、次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている数字が周波数なので、今 60Hz が出力されてるって感じですね。はい、次は周波数の切り替え方法ですね。で、先ほどのスマホのアプリから切り替えることできるんですけども、本体からも切り替えることできます。で、切り替え方法なんですけども、 DC と AC のボタンを長押しすると、はい、周波数の部分が点滅するので AC ボタンを押して切り替えます。はい、表示も 50Hz ってなっていて、でオシロスコープの方を見ても、はい、ちゃんと 50Hz に切り替わってますね。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、ほぼ 100V ぴったりというわけで、日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。で、こいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい、で今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、一瞬蛍光灯がちらつきましたかね。で、今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、は
はいはい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、はい、20.4 ミリ秒で切り替わったってことになってます。で、取説には20ミリ秒以下で切り替わるって書いてますので、ほぼスペック通りの性能が出てるって感じですかね。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、切り替わった瞬間ほぼ分からなかったですね。強いて言えば電圧がちょっと変動した程度でしょうか。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で使うのはこれ電力量計です。で電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 13.6V くらいで 35W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、342ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの403ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何%伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、約 85% 使えたってことになってます。で世の中80から 90% っていう製品が多いんで、 85% っていうのはぼちぼちな数値かと思います。ちなみにポータブル電源自身も電力を消費しているので、これも容量が減って見える原因の一つですかね。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。では早速充電するんですけども、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。でこいつ充電速度を切り替えることができますが、もちろん最高速を選択しておきます。だいたい 600W くらいになりましたかね。それではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、はい、ジャスト1時間。公式ホームページで宣伝されていた時間よりも全然短いですね。ちなみに 80% までの充電であれば約42分で到達しています。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 0.48kW 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ
さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約 187W で、電力量計では 197W っていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約2時間が経ったんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 0.35kW 時イコール 350W 時使えたってことになってます。で、12V からの変換効率を計算すると約 102%、 いやいや 100% 超えてるじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、12V の出力をバッテリー直ではなく変換して生成している場合は、 12V の変換効率が悪くて 100V の変換効率が良かったりすると 100% 超えるっていうこともあります。ちなみにスペックから 100V への変換効率を計算してみると 87% で、世の中70から 80% っていう製品が多いんで、これはかなりいい数値ですね。で、こいつ防水防塵等級が IP65 相当っていうことですので、実際に水かけて実験してみたいと思います。天気はおあつらえ向けの雨。はい、道路見てみてもこんな感じでじゃんじゃん雨降ってますね。ちなみにこの防水規格 IP65 ってどういう意味なのかと言いますと、はい、この6と5が等級を表していて、左の6が防塵の等級1から6まであります。そして右の5っていうのが防水の等級、これは1から8まであります。じゃあ6と5ってどうなのかと言いますと、はい、防塵の6っていうのが粉塵が内部に入らないっていうような状態で、防水の方の5っていうのがあらゆる方向からの粉流水による有害な影響がないっていうような状態になってます。ちなみにメーカーさんに本当に防水なんですかって問い合わせたところ、多分何かを指したんでしょうね。もし水かけるなら常識の範囲内でお願いしますっていうような返事をいただきましたので、私の常識の範囲内で実験してみたいと思います。じゃあまずは早速雨が降ってるところに純粋に置いてみましょう。はい、当たり前ですけど雨降ってるので、時間が経つにつれてどんどん水滴が上の方についてってますね。で、多少風もありますので、はい、横の方も水滴がついて濡れてきてますね。はい、しばらく経ってだいぶいろんなとこ濡れてきましたね。はい、ボタンを押すと表示もちゃんと出てくるので、まだ壊れてないみたいですね。ただ私の常識だとちょっとまだ物足りないんですよね。というわけで今度は本気で水をかけてみたいと思います。使うのはホースから出るシャワー。はい、どんなに激しい雨でもこんな局地的に集中して水がいっぱい出てくるっていうことはそうそうないはずです。では早速本体にかけてみましょう。で、若干風が吹いたりするのを再現するためにこうやって右左に動かしていますかね。はいはい、だいぶ上からかけてみたんですけども、気になるのはこの横に開いてるファンの穴ですよね。いや、相当意地悪なのは分かってるんですけど、ちょっともうこの穴にですねダイレクトにシャワーかけてしまいます。はい、これもですね風が吹いた時を再現して斜めから入ってきたり、ほとんど横からもう入ってきているような状態を再現します。はい、側面はこれくらいでいいですかね。で、正面の方にもですねいろんなコネクタとかついてるんで、もう近くからですね直で水かけてみたいと思います。
はい、防水のカバーついてますけども大丈夫かなと。はい、というわけでいろんな方向から結構な時間水を噴射したんですけども、全身まんべんなくずぶ濡れになりましたね。で、天板の方はもうちょっと水溜まっているような感じにもなっちゃってますね。はい、というわけで水浸しにしたんですけども、果たしてこの状態で使えるのかどうか試してみたいと思います。もうめちゃくちゃ水が滴ってますね。で、さすがにこのまま AC100V を使うのは危険なので、一通り拭いて水気を取っていきたいと思います。まずは周りの濡れてるところを拭いてと、じゃあ次は横を。おお、めっちゃ水出てくる。いや、当たり前ですけど穴開いてるんでめっちゃ水入ってますね。いや、これ本当に大丈夫なのだろうか。はい、一通り拭き終わったので動かしてみようと思うんですけども、使うのはこれニトリで買った 300W くらいのヒーターです。ではこれをコンセントに差し込んで AC の電源をオンにします。そして本体の方の電源をオンにしますと、はい、温風が出てきてちゃんと動いてるみたいですね。で、本体の方の表示もはいちゃんと 313W 出力されてるって感じになってるので、問題なく使えてそうですね。はい、というわけでこいつめちゃくちゃびちょびちょにしましたけども、壊れることなくその直後でもちゃんと使えるっていうことが確認できました。いや、これ途中でちょっとやべえかなとか思ってたりしたんですけど、なかなか大丈夫なもんですね。で、先ほどはとりあえず壊れずに動いたんですけど、めっちゃ気になるのが横に開いてるこの穴。この穴の中確実に水入ってたんですけど、そこの内部どうなってるのか外せそうなネジがあるのでちょっと外して確認してみたいと思います。はい、これでカバーが外れましたね。入り口付近まだ水ついてる状態ですけども、中の方どうなってるのかと言いますと、はい、入り口入ってからなんか穴とか開いてなくて通路みたいになってますね。で、その奥に見えている銀色のやつが放熱用のフィンですかね。あ、なるほど。放熱フィンだけこの通路に出して、外から風が通るところを完全に分離してるんですね。こうすることで砂や水が入ったとしても本体の電気回路の方には行かないようになってるんですね。めちゃくちゃ手の込んだ構造だな。ではせっかくなんで反対側もちょっとバラしてみますかね。はい、これで蓋取れましたね。で、こっち側ははいファンが搭載されてますね。そしてファンの周りにいろいろな配線とか通ってるんですけども、これも本体に水が入らないように配線工夫されてますね。ついでにファンも外してみましょう。はい、これで外れるかなと。よいしょ。はいはい、こっちも反対側と同じように空気の専用通路があって、そこに放熱フィンだけ飛び出しているような形になってますね。で、ファンは思いっきり水がかかるようなところにありますけども、おそらく防水性の高いファンが搭載されているのかと思われます。いやー、ここまで防水構造しっかり作り込まれていれば安心ですね。はい、というわけでブルーティー AC60 いろいろ見てきたんですけども、やっぱりなんといっても
オフィシャルな防水防塵機能、半端ないですね。なんとなく雨に強いですよとか言っているモデルもあるんですけど、内部構造までがっつり作り込まれているやつは見たことないですね。この性能があれば、突然の風に吹かれて埃まみれになって時が経つのを忘れたとしても、突然の暑い夕立ちに夢中で車に走って置き忘れたとしても全然大丈夫そうな気がします。でこいつ防水防塵機能だけじゃなくて、リン酸鉄を使った長寿命や電力リフト、 EPS、スマホ操作、拡張機能、ここら辺が網羅されてるっていうのも素晴らしいですね。というわけで、海や川やアウトドアで水や砂や土を気にせず使いたいっていう人、長寿命で全部入りモデルが欲しいけど後から容量の増設とかもしたいっていう人、そして防災や卒フィットのためにタフなモデルが欲しいっていう人にはおすすめかもしれないです。で最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。で今回の実験は防水設計専門機関での評価経験のある専門家が人柱覚悟で実施しておりますので、真似しない方がいいです。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。